んにちは、パステル画家の辻啓太です。今回はオイルパステル画に使う紙について解説していきます。紙はこれまでの動画の中でも簡単に触れてきましたが、今回は実際に書き比べながら詳しく解説していきます。それではよろしくお願いします。今回検証するのはマーメイド、キャンソンミタント、マルマンのスケッチブック、100円ショップの画用紙の4つです。これはマーメイド紙という紙です。これはスケッチブックタイプのものです。特徴としては波の形の凹凸があって、その凹凸も深さがあります。紙の色も豊富で値段も手頃ですね。僕はいつも画材販売 .jp というサイトでバラで買っています。サイズや色がたくさんあってバラで買うとかなり安くなります。見にくいかもしれませんが、波の形の凹凸があります。紙も結構しっかりしています。オイルパステルの場合、ある程度しっかりした紙の方が良いと思います。スケッチブックタイプのものは薄手の保護シートがついています。いろんな色の紙が入っていますね。ちょっと書いてみます。凹凸があるので色がつかないところもあります。こんな感じになります。波の形の模様が少し見えます。今度はキャンソンミタントという紙です。ソフトパステルで描くときによく使われている有名な紙です。蜂の巣状の凹凸がありますが、マーメイド紙ほど深くはないです。ものによりますが、マーメイド紙よりも薄い紙で値段は高めです。ちょっと塗ってみます。こんな感じです。規則的な凹凸の感じがなんとなくわかるでしょうか。指の動きのように模様がクロスして入っています。今度は丸々のスケッチブックです。おなじみのものですね。この紙にも凹凸はあるのですが、浅い凹凸です。ミタントより浅い感じです。紙の厚さはミタントと同程度です。僕としてはもう少し厚みがある方が安心ですが、よほど大きい絵でない限り十分な厚さだと思います。マーベイド紙に似た感じの不規則な色のつき方になります。今度はダイソーのスケッチブックです。厚めのタイプです。凹凸はなくてさらっとしています。書いてみましょう。凹凸がないので色がつかない部分はあんまりないです。塗りつぶすのは簡単ですね。後でも解説しますが、僕は花を描くにはこういう平板な紙の方が好きです。今度は全部の紙に木を描いて比べてみましょう。マーメイド紙です。使うのはムンギョのソフトオイルパステルです。色の乗り方が多少不規則で紙が見えている部分も多いです。不規則なものの方が風景画には向いていると個人的には思っています。こんな感じです。次はキャンソンミタントです。マーメイドより塗りつぶす感じがやや強いです。色が混ざる感じも少し違います。マーメイド紙よりもちょっと混ざりにくいかなと思います。こんな感じです。マーメイド紙よりは紙が見える部分が少ないです。マルマンのスケッチブックです。ミタントと同じような感じですが、白い紙ということもあって色のついてない部分が目立ちます。白い紙だと明るい色が目立ちにくいです。最後は100均のスケッチブックです。
凹凸がないので柔らかい感じの木になります。色が混ざりにくい感じもありますね。これにはパステルの種類も影響しています。色のついてない部分が明らかに少ないです。比べるとこんな感じです。見た目にはそこまで大きな変化はないですが、各感触にはかなり違いがあります。凹凸の有無や形状によって色の乗り方や色の混ざり方が結構違います。今度はグラデーションを描いてみます。ただこれに関しては僕の中では結論が出ていて、この中ではマーメイド紙が一番向いていると思います。パステルは同じくムンギョのソフトオイルパステルを使います。こんな感じです。次は丸々のスケッチブックです。比べてみます。画像では分かりづらいかもしれませんが、明らかにマーメイド紙の方がムラのない綺麗なグラデーションになっています。凹凸が深いことでしっかり厚塗りできるのが大きいと思います。見た後でも描いてみました。グラデーションはもちろん作れるのですが、マーメイド紙と比べるとやや綺麗にするのは難しいと思います。今度は花を描きます。ダイソーのスケッチブックです。凹凸がないので輪郭が滑らかになります。こんな感じです。今度は丸々のスケッチブックに描きます。凹凸があるので輪郭が少し粗いです。こんな感じです。比べてみます。ダイソーのスケッチブックの方が滑らかな色の乗り方をしていますね。同じように描いても紙が違うことで絵の印象がかなり変わります。最後にまとめです。オイルパステル画に使う紙はいろいろありますが、凹凸の有無やその形によって色の乗り方や混ぜた時の感じに違いが出ます。なので何を描くかやスタイルによって紙を選ぶ必要があります。基本的にはある程度の厚みがあるしっかりした紙がおすすめです。パステルを指などで伸ばして描くグラデーションに関しては凹凸の深い紙の方が良いと思います。ただしこれは使うオイルパステルの種類によっても変わってきます。僕自身は普段マーメイド紙を使っていますが、それは点描やグラデーションを主体とした風景画をメインに描いているからです。花や人物が主に描いていたらまた別の紙を使っていると思います。それでは今回の動画は以上です。今回カラーペーパーの使い方に関してはほとんど触れられませんでしたが、
それはまた別の動画で解説したいと思います。この動画が皆さんが紙を選ぶ際の参考になれば幸いです。これからも絵に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画をお楽しみに。